こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日は最近なんだか野菜が足りてないなという方におすすめの野菜たっぷり簡単に作れるレシピを紹介したいと思います。まず最初に作るのは鶏肉とブロッコリーのオイヨソースです。オイヨというのは何かというと、オイスターソースとヨーグルトを使ったソースになります。ヘルシーだけどとってもコクがあって美味しいので、ぜひ試してみてほしいです。まずブロッコリーは小房に切り分けます。そしてこんな風に大きいものは半分に切って全体的に大きさが揃うようにしておきます。半分に切るときはこういう風に茎の部分に切り込みを入れて手でパッと割るようにするとつぼみが散らばりにくくてきれいに割れます。ブロッコリーは電子レンジで加熱します。耐熱容器に入れてラップをかぶせ600ワットで3分加熱します。ブロッコリーにはビタミン C を豊富に含むのが特徴です。ビタミン C は水溶性のためお湯で茹でると失いやすいので、電子レンジの調理がおすすめです。次はパプリカを切ります。パプリカは種と綿を取って小さめの一口大に切ります。パプリカもビタミン C が豊富な野菜です。ビタミン C はコラーゲンの合成に関わる栄養素で、血管や筋肉を丈夫に保つ役割をしています。またビタミン C は白血球の働きを高めて免疫をアップする働きがあるとも言われています。あとパプリカは抗酸化力を持つベータカロテンも多く含んでいて、パプリカにはいろんな色があると思うんですけど、赤いパプリカには抗酸化作用のあるカロテンや代謝を高めるカプサイシンも多く含んでいて、赤いパプリカは他の色よりも栄養価が高いのが特徴です。ブロッコリーは加熱が終わったらラップを外して冷ましておきます。水にさらすと水っぽくなってしまうので、そのまま自然に冷ましておくのがポイントです。次は鶏もも肉は一口大にカットします。白い筋の部分や余分な脂肪の部分は包丁で取り除いておきます。切ったら塩コショウを振ります。全体になじませたらさらに片栗粉をまぶします。ちなみに鶏肉には良質なタンパク質を多く含むのが特徴です。タンパク質は肌や髪の毛だけでなく、内臓や免疫細胞などを作るのにも必要な栄養素で、しっかり摂ることが大切です。ちなみに鶏の皮には脂質を多く含んでいてカロリーも高めなので、カロリーを控えたい方は鶏皮は取って使うのがおすすめです。フライパンにサラダ油を熱して、鶏肉は皮の方が下になるようにして並べ入れます。火加減は弱めの中火程度にしておきます。
炎の先がフライパンの底に触れないぐらいが目安です。弱めの火加減でじっくり中まで火を通していきます。お肉を焼いている間にソースを作ります。ヨーグルト大さじ4。ヨーグルトは甘みのついていないものを使います。そして今日はこの力んオイスターソース 255g を使います。オイスターソースって今ではとっても有名な調味料だと思うんですが、実は力んが世界で最初に開発したものだそうです。なんと135年以上の歴史があるオイスターソースの元祖なんです。中華料理のプロたちも使用していて、オイスターソースといえばこの力んのイメージがある方も多いんじゃないかなと思います。ボウルにオイスターソース大さじ2、胡椒少々も加えて混ぜ合わせます。オイスターソースって炒め物などに使うイメージが多いかなと思うんですが、実は加熱しないでも使えます。このソースはヨーグルトとオイスターソースだけで作ったとは思わないほどとってもコクがあって美味しいので、ぜひ騙されたと思って作ってみてほしいです。カロリーも控えめでヘルシーなのでダイエット中にもおすすめです。鶏肉は片面が焼けたらひっくり返して空いているスペースにパプリカも加えます。パプリカはたまにひっくり返しながら焼き色をつけていきます。お肉とパプリカが焼けたらソースの入ったボウルに取り出します。レンジで加熱しておいたブロッコリーも加えて混ぜ合わせればこれで完成です。ビタミン C が豊富なブロッコリーとパプリカを使って彩りもとってもいいメニューになってます。オイスターソースとヨーグルトを使ったソースは本当にとっても簡単で美味しいので、ぜひ試してみてください。次はほうれん草の追いごま和えを作ります。オイスターソースって中華料理のイメージが強いかなと思うんですが、意外に和食にもすごく合う調味料なんです。オイスターソースってどう使ったらいいかわからなくて使い道に迷ってしまう方も多いと思うんですが、こういった簡単なごま和えにもすごく合うので、ぜひ試してみてください。ほうれん草はまず根元の部分に包丁で十字に切り込みを入れます。ここには甘みがあって歯ごたえも美味しいので、ぜひ捨てずに使うのがおすすめです。こうやって切り込みを入れておけば汚れが落としやすく食べやすくなります。切り込みを入れたらボウルに水を張ってほうれん草の根元を浸して振り洗いします。このほうれん草の根元の赤い部分にはマンガンという栄養素を多く含んでいます。マンガンは代謝に関わる栄養素で、骨を作るのにも関わる栄養素です。ほうれん草は火の通りにくい茎の方から茹でていきます。熱湯に茎を入れて30秒ほど経ったら葉っぱの部分も沈めます。さらに30秒ほど茹でたらざるにあげます。冷たい水をかけて冷ましたらよく水気を絞ります。そして5センチほどの長さに切ってからもう一度手でぎゅっと水気を絞っておきます。ボウルにオイスターソース大さじ1、すりごま大さじ2を混ぜ合わせます。
とってもシンプルな調味料になってるんですが、オイスターソースってそれ自体に甘みや旨みがあるので、これだけでもすごく美味しいので、ぜひ試してみてください。すりごまは多めに入れるのがおすすめです。少しもったりとした感じになったら、ほうれん草を加えて混ぜ合わせて、これで完成です。ほうれん草は抗酸化作用のあるベータカロテンやビタミン C、貧血に役立つ鉄や骨を作るカルシウムを多く含んでます。ごまを合わせることでビタミン E も一緒に摂れて、より抗酸化力が高まって健康に嬉しいメニューになります。そしてまたこれもオイスターソースを使ったレシピなんですが、切り干し大根のオイラー油サラダを作ります。オイスターソースとラー油を合わせたやみつきになる美味しさのサラダです。まずはボウルにオイスターソース大さじ1、ラー油大さじ1/2、酢小さじ1、白いりごま大さじ1を入れて混ぜ合わせます。このレシピは特に電子レンジとか火を使わないので、とっても簡単に作れるレシピになってます。ニラは茎の部分は1センチ程度の幅に切り、葉っぱは4センチの長さに切ります。茎の部分って切り落としてしまう方も多いと思うんですが、この部分には血液サラサラに役立つ硫化アリルを多く含んでいます。ちょっと硬い部分ではありますが、小さく切っておくと食べやすく、シャキッとした歯ごたえが美味しいです。人参は千切りにします。包丁を使ってもいいですが、千切り器を使うととっても簡単で便利です。切り干し大根はざるに入れて水でさっとほぐしながら洗います。切り干し大根は水で戻さずに、こういう風に軽く洗うだけの方がパリッとして歯ごたえもしっかり感じられて、旨味や栄養も活かせるのでとってもおすすめです。切り干し大根は長い場合は短く切っておくと食べやすいです。切ったらボウルに入れてツナ缶1缶も加えて混ぜ合わせます。切り干し大根には骨や歯を作るのに必要なカルシウムやお腹の調子を整える食物繊維、血圧の調節に関わるカリウムなど多く含んでいます。切り干し大根の持つ素材の甘みは意外にオイスターソースとの相性もとっても良くて、ぜひ試してほしい組み合わせになってます。続いてきのこの追いマリネを作ります。これもまたオイスターソースを使ったレシピです。きのこの料理って結構さっぱりしたものになりがちだと思うんですが、オイスターソースを合わせることで一気にコクが出て美味しいメニューになります。まずしめじは石突きを取ってほぐして耐熱容器に入れます。えのきも石突きを取って半分に切って耐熱容器に入れます。しいたけ3枚は薄切りにします。しいたけの軸の部分はこんな風に手でもぎ取って、手で繊維に沿ってほぐせば無駄なく食べられます。しいたけにはお腹の調子を整える食物繊維や骨を作るのに必要なビタミン D を多く含みます。食物繊維は糖質の吸収を緩やかにする働きもあって、ついお米を一気に食べてしまう方も、最初にキノコを使った料理を食べるようにすれば血糖値の急激な上昇を防げます。全部耐熱容器に入れたらラップをかぶせ、600ワットの電子レンジで4分半加熱します。加熱が終わったら熱いうちに調味料を加えて混ぜ合わせます。オイスターソース大さじ1、酢大さじ1、オリーブオイル大さじ1、
ちなみにこのメニューは作り置きも OK で、保存期間は冷蔵で4日を目安に保存できます。お弁当のおかずにもおすすめなので、ぜひ作ってみてください。というわけで今日はこんな感じで全部で4つのレシピを紹介してみました。実は今、力んきオイスターソース島というオイスターソースの魅力を伝えるための企画をやっていて、今日は私は力んきオイスターソース島の革新派ということで、皆さんにオイスターソースを美味しく楽しめるレシピをいろいろ紹介してみました。今、力んきでは豪華プレゼントが当たるキャンペーンもやっているので、興味がある方はぜひ力んきの公式 X やインスタグラムをチェックしてみてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。